Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本人がとても丁寧で礼儀正しいと思っていると思います。私たちは態度だけではなく言葉にも気をつけています。自分の立場の人よりも上の立場の人に私はリスペクトしていますという意味で使います。例えば学生と先生は立場が違います。ですので生徒は先生に丁寧な言葉を使います。この丁寧な言葉は敬語と呼ばれています。ですので自分と同じ立場の友達には普通敬語は使いません。しかし私たちは友達とかあとは恋人にも敬語を使うことがあります。敬語の使い方はとても難しいので今日はそれを紹介したいと思います。敬語はさっき言ったように立場が違う人に対して使います。学生が先生に使ったり、あとは自分のボスに仕事の時自分のボスに使ったりします。もしその自分より上の立場の人に敬語を使わないととても失礼です。他にも初めて会う人、その人にも敬語を使います。これは立場は関係なく初めて会う人には普通は敬語を使います。ですので相手が僕に敬語を使わないと僕は相手が僕のことを下に見ているというふうに思います。ですので僕たちはあなたのことを下に見ていませんよという意味で敬語を使います。しかし友達の場合は知らない人ではないので敬語を使いません。普通は僕たちは家族に敬語を使いません。ですので友達は僕たちの家族みたいに敬語を使う必要がない、そんな存在になったということです。つまり私たちは敬語を丁寧な意味で使いますが、同時に私とあなたは少し距離がありますという意味になります。ですので友達が僕に敬語を使っていると、この人は僕とは近くなりたくないんだなというふうに思います。しかし友達や恋人に敬語を使う時があります。それは喧嘩をしている時。例えば喧嘩をしている時にそれしっかりやってよと言ったとします。その時相手はわかりました。このわかりましたという言葉は私はあなたと距離を取りたいという意味になります。これはあなたは私を理解していない。じゃあ私はあなたから少し距離を取りたい。そういった時に敬語を使います。例えば彼氏が今日ナイトクラブ行こうよと言った時、彼女がわかったと言った時はいいねという意味になります。ですがわかりましたと言った時はあなたが行きたいのは分かった。でも私はそれはいいと思わないという意味になります。敬語は自分よりも高いポジションにある人によく使います。でもそれと同時に私とあなたは距離がありますよという意味になります。もちろん先生と生徒は距離がありますよね。そして、会社の人とボスもまだ距離がありますよね。これは心の距離というよりは社会的な、立場、その違いを表すために敬語を使います。ですのでこの場合仲が悪いという意味ではありません。ただリスペクトをしていますという意味になります。しかしオフィシャルな場合じゃないときは普通敬語を使うと私とあなたは距離がありますよという意味になります。これは少し難しいんですけど、でも初めて会う人には敬語を使います。それは尊敬しているから。でも敬語を使わなくなった時、それはあなたは私の家族みたいに敬語を使う必要がなくなったという意味です。でもそれを最初にするとただの失礼な人になります。ですのでそこが少し難しいと思います。皆さんもオフィシャルな時は敬語を使ってください。でもプライベートの時は最初は敬語を使っていて、そして仲良くなったら敬語を使わないと相手は嬉しいかもしれません。僕は嬉しいです。Unless you want to fight with Japanese girlfriend. Do you think being polite in Japanese is difficult? Hope you like the video. Give it a like and subscribe to my channel. 皆さん、失礼いたしました。